ちゃくちゃ可愛いな。そろそろいったよしよしやった完成した美しい。めっちゃ美しいな。おいおいおい。竹と笹の違いはこう成長した時にこの皮が残るかどうからしいです。タケノコの時にみんなこう皮をかぶってるんだけど、竹の場合はそれが成長するとこう外れていくんですが、笹の場合はこういう風に残るんですって。薄くぐるっといったけど、これで折れるかな。お、来た、折れた。よっしゃ。この調子でボンボン集めます。しゃあ、幸先いいよ。硬いんだよな、結構。よし。気持ちいい。4分割ぐらいかな。やっぱ手じゃ無理だな。お、来た。来ました。割れた。さっきの折った先端の部分、こんなのを差し込んで、おお、気持ちいい。あー、折れた。くそ、節のとこが硬い。もうちょっと太い枝を
おお、いく。でもなんか薄くなってきちゃった。めちゃ難しいなこれ、まっすぐ割るの。ほらもうこうやってダメだ。難しい。ほら。トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 ト
ゥト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 ゥ。よしよしよし。おお、真っ二つに来てます。いや気持ちいい、これすごい気持ちいい。まっすぐ行くわ。おーいしたー。はい、綺麗に真っ二つに来ました。幅はこれくらい、まあ1センチはなさそうですね。5ミリぐらいかな、5、6ミリ。隙間がすごいできてしまいますだし、あんまり十分しなりません、この状態だと。硬いな。節じゃないところはこうやってペロッといってくれるんだけど、この節のとこに来るとちぎれちゃうんで、この節だけほらこうやって内側が残っちゃうんだよね。なので一旦水につけて柔らかい状態で剥いてみたいと思います。何も見えませんが川です。うそ、えい、沈みました。真っ暗になっちまった。いて。
の節目がねすごく厄介なんですけど、だいぶやりやすくなってる。濡れたことで多分この節目が柔らかくなってすげえ取れる。前回ここで超苦戦したのに、この節目です。おお、すごい。やっぱ濡らすんだ。これ濡らさなきゃダメなんだ。気持ちいいぞこれも。しまった。しまった。ここまでですね。しかしだいぶうまくいきました。いい感じに薄くなりました。これだとね、ほらこんな曲がるんで編むのにぴったりでしょう。ようやくひごが完成しました。ここまで長かったね。これでようやく編めます。よいしょ。イメージはこんな感じ。ボディがちょっと丸まっててくびれがあって、口の直前にまたちょっとクイッて外側に上がっていく感じです。遅いかな。2本飛んで、よいしょ、こうか。下上で、よいしょ。よし、そこができた。2本1組にして2本越えて2本くぐって2本越えて2本くぐってっていうのを1個ずつずらしながら繰り返していくとこういう模様になります。表はこんな感じ。いいんだこれ、かわいすぎる。なんかぷっくりしてる。立ち上げますと、はいはい、なんだけどどうやってこれなんだこの状態。やばい、紐がむずい。
ちょいとご説明します。これまでの編み方だと縦ひごが隙間なくびっしり並んでいるので胴体をすぼめることができません。そこで縦ひごを3本1組にまとめて間にゆとりを持たせることで徐々にすぼめられるようにしました。この状態で固定できない。難しい。地面に固定して、戻る。ダメだ。どうしたらいいんだ。どうだ。入った。そして広がる。これだ。これだ。よし。OK。よいしょ。これを外してもそのまんまです。これはすごい。これでネジ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 のポン。そうだ。でん。かわいいぜ。めっちゃかわいいぜ。だからね、3つ33もあるから3つおきにこうやってこいつよいしょ。きたー。カゴできましたー。いやーかわいいなー。
本当にね軽くて非常に丈夫に仕上がっています。この網目の細かさも素晴らしいです。うわ綺麗、プラネタリウムみたい。ダブルより紐、超丈夫です。こし油です。よいしょ。ああ、いい匂いだ。もうこうだね。いっぱい入る。カゴの中から春の香りがプンプン香ってきます。うまそうじゃ。いただきます。あ、香りすごっ。